んにちは。今日はとても簡単なトップダウンのプルオーバーを作っていきます。鎖を編んで、それを襟ぐりにしてぐるぐると続けて編んでいきます。とてもシンプルに長編みだけで編んでいきます。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのフラッフィー、色はブラウン、35g で107メートル、使用界隈の目安は7号。これを今回10号で編んでいきます。6mm です。あとはマーカーととち針を使います。この糸はモヘア調で少し起毛していてふわふわとしています。太さは約 2.5mm。 この糸を使って編んでいきます。作り方を説明します。襟ぐりになる鎖を編んでいきます。この鎖の長さは作りたい襟ぐりの長さと少し長め。私は今回だいぶ広めの襟ぐりにしようかと思っています。これで長さは約82センチ。作りたい襟ぐりと少し長めで、その後に細編みをしていきます。細編みを編んだらそれを首に当ててみて、で好みの長さになっているかを確認します。このままでちょうど好みの長さだったらここをつないで輪にします。もし長すぎたら細編みを途中でストップして、こことここでつなぎます。で残った鎖は後でほどいておきます。鎖を編んで細編みをして、その後に長編みで一周します。その後も同じ、ずっと長編みでぐるぐると編んでいきます。でこの鎖の数は偶数でも奇数でもどんな数でも大丈夫です。模様編みがないので好きな数で大丈夫です。私はこれで鎖110、細編みをしていきます。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。かぎ針から1、2、もし見分けにくくなりそうだったらマーカーをつけておきます。次も細編み、このまま一つに一つの細編みをしていきます。このまま好みの長さになるまで。好みの長さになったらそこでストップします。細編みが終わりました。私は鎖を残して長さ75センチ、鎖の数は95、これぐらいの長さにしました。これはお好みでもう少し狭くしても大丈夫です。次はこれを輪にします。まずねじれていないか確かめます。これが一つ目の細編み。一つ目の細編みの2本の糸の下。
これを引き抜きます。引き抜いて、もう一回引き抜いて、これでつながりました。次はこれにマーカーをつけます。その前にこの鎖はほどいて、今この細編みはここがつながってここは開いているので、この糸を使って針でつなぎます。残っていた糸端を使ってこっちから糸端が出ていて、こっちに針を入れます。2本の糸の下、これでつなげます。こっちも2本の糸の下で整えて、であとは裏で隠します。こっちが表なのでこっち側、これでつながりました。次は4箇所にマーカーをつけます。マーカーをつける位置はこの輪を大体で長方形に整えます。この長方形は大体1対2から3対4、これぐらいの長方形を作って、でこの段階では数を数えないで長方形の形にマーカーをつけます。それができたら次はこの台形にします。台形のこの部分の細編みの数を前に移します。そうすると後ろは狭くなって前は広くなります。これは胸の方、こっちは背中。そうすると綺麗な形になります。こっちは狭くして、こっちは少し広くします。ここは同じ。ここは袖の部分で同じ数にします。そうすると台形が出来上がります。でこの数を決めるときには、長い糸が出ている方がこの位置、ここをここに置いて、で形を決めます。この長い糸の次は袖、胸、袖、背中と編んでいきます。でマーカーがついたら長編みを編んでいきます。まず鎖3つ、1、2、3、根元に長編み1つ、これで鎖3つと長編み1つ、次から1つに1つずつ、このまま次のマーカーの手前まで編んでいきます。2つ目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところでは長編み3つ、まず1つ目、同じところに2つ目、3つ目、
これで1つに3つ、3つのうちの真ん中にマーカーをつけておきます。次から1つに1つずつ、このまま長編みを続けます。次のマーカーではまた長編み3つで、1つに1つずつマーカーのところでは3つ、スタートしたところまで戻っていきます。ここまで一周してきました。最後は最初の鎖の根元、ここに長編み1つ、ここら辺に入れていきます。これで長編み1つ、最初の鎖の下から3つ目引き抜いて、これでここにも長編み2つと鎖、同じ形になりました。次も鎖3つ、根元に長編み1つ、これで鎖3つと長編み1つ、次から1つずつ、まず隣、このまま次のマーカーまで、ここまで編んでいきます。2つ目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところに長編み3つ、この3つの真ん中に長編み3つ、1、2、真ん中にマーカーをつけておきます。次から1つずつ、このまま次のマーカーまで、ここでまたマーカーのところに3つ、次のマーカーのところでも同じ、ここに3つで、スタート地点まで戻ってきます。長編みで2周編んできました。最初の鎖の入っているところ、ここに最後の長編み、最初の鎖の下から3つ目、次も同じ鎖3つ、根元、次からも同じ1つに1つずつ、マーカーのところでは3つ、くるっと編んで鎖の同じところに長編み1つ、これを繰り返していきます。最初の細編みを含めて12周編んできました。長さは20センチ。この長さは私は20センチにしたんですが、実際に頭を通してみて、この部分を肩にかけて、でこのマーカーとマーカー、これが脇の下になります。ここでこのマーカーをつけた部分が少し重なるぐらいの長さにします。
これが足りなかったら、こんな感じで広がっていたら、あと何周か編んでいきます。逆にたくさん残るようでしたら、この数を減らしても大丈夫です。私は20センチで、次に袖ぐりを作っていきます。このマーカーとマーカーを鎖でつないで、この部分が袖ぐり、こっちも同じマーカーとマーカーをつないで、ここが袖ぐり、ここは襟ぐり、袖ぐり、その後に胴体部分を編んでいきます。まずこのマーカーとマーカーを鎖でつなぎます。で、上下を逆にします。こっちはスタートしたところ、この向きに編んできました。同じ向きにして、このマーカーとマーカーをつなぎます。わかりやすいように、こっちはピンクのまま、こっちは違う色でマーカーをつけます。違う色にして区別します。この3つの真ん中、でこことここ、この糸は切らずに休めておきます。新しい糸を持ってきて、新しい糸で鎖を編んでいきます。どちら側から編んでも大丈夫です。私はこの長い糸の出ている方、こっちからつないでいきます。これは長い糸の出ているマーカー、ここは3つの真ん中につけたマーカー、このピンクは真ん中、こっちも3つの真ん中、こことここをつなぎます。新しい糸糸を出します。この時この糸端を少し長めに残しておきます。15センチから20センチぐらい。糸を出して鎖5つ、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5で編み地をたどって次のマーカーで表から針を入れます。の真ん中、これが袖ぐりになります。で、糸を引き抜きます。これでつながりました。糸を切ります。鎖一つを編むようにして、ここでも少し長めに糸を残して切ります。これが袖ぐり。次はもう一つの方、こっちもこの3つの真ん中と3つの真ん中、新しい糸、表から針を入れます。さっきと同じです。
鎖5つ、1、2、3、4、で編み地をたどって次のマーカー、表から針を入れます。で引き抜きます。これで袖ぐりが出来上がりました。こんな感じになっています。で次は糸の出ているところから続けて編んでいきます。この部分を編んでいきます。まず鎖1つ、根元に細編み、ここでは細編みをしていきます。これが1つ目の細編み。後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次は鎖、鎖の上が2本、下は1本。この位置に細編み、次も上が2本で下は1本。これは5つ目の鎖。次はこのマーカーをつけていたところ、3つの真ん中、ここに細編み、でこの糸足はこのままにしておきます。後で使います。次はここ、このまま一つに一つの細編みを続けます。次の鎖、ここでも3つの真ん中に細編み1つ、次は鎖の上、5つの鎖に5つの細編み、次はこの3つの真ん中、マーカーをつけていたところ、次はここ、ここ、ここ、一つに一つの細編みで一周します。細編みで一周しました。最初の細編みに引き抜きます。これが最初の細編み。次からはまた長編み。まず鎖3つ、1、2、3、根元に長編み、この鎖の根元、これで鎖3つと長編み1つ、次から1つに1つ、隣、次も1つ、次は1つに2つ、これで1つに2つ、このいくつかの間隔で1つに2つを編んでいきます。これで編んでいくと裾が少し広がって綺麗な形になります。
私はこの一つに一つの普通の長編みを2つ、次に一つに2つ、この間隔で編んでいきます。次は2つ、これで2つ、次また1つ、次は2つ、1、2、こんな感じで一周します。長編みで一周してきました。私は最後 V の後に普通の長編み3つ、その後に最初の鎖の下から3つ目引き抜いてつなげます。次は全部一つに一つの長編み、 V は作らないで全部一つに一つずつ、1、2、3、1、2、3、隣に長編み、この V のところにも一つに一つずつ、これで一周します。一周したら最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。また鎖3つでぐるぐると好みの長さになるまで繰り返して編んでいきます。でこれはまだ途中なんですが、このままにして次は袖を編んでいきます。この袖ぐりの下の部分から編んでいきます。ここには細編みが5つ、真ん中からスタートします。新しい糸、同じところに鎖2つ、1、2、隣に未完成の長編み、未完成の長編みは長編みの途中まで絡めて、次の細編み2本から引き抜きます。これで鎖2つと未完成の長編み、次も未完成の長編み2本から引き抜いて未完成の長編み2つ、もう一つはこの長編み3つの端の長編み、未完成の長編み、これを一度に引き抜きます。これで少し狭くなりました。最初の鎖の下から2つ目にマーカーをつけておきます。次から一つに一つずつ、全部一つに一つずつ長編みをしていきます。
このまま長編みを1周編んでいきます。長編みで1周してきました。最後はこことこことここを一つにします。まずこの3つの長編みの端、ここに1つ、次はこの細編み、未完成の長編みをします。次はここ、細編み、次はこの細編み、これを一度に引き抜いて、で狭くなりました。最初の鎖の下から2つ目、マーカーをつけています。ここに引き抜きます。これで袖の1周目が終わりました。次から全部一つに一つずつ。まず鎖3つ、1、2、3、隣に長編み、ここ、次はここ、で一つに一つずつ1周します。ここまで袖の2周目を編んできました。最後はここに長編み1つ、最初の鎖の下から3つ目、次は3周目、全部一つに一つずつ。これを繰り返して好みの長さになるまで編んでいきます。このまましばらく編んでいきます。袖を始めたところから14周編んできました。長さは27センチ。この長さは着た時に七分丈になります。お好みで半袖にしたり、もっと長くしても大丈夫です。お好みの長さにします。これで大丈夫だったら、最後に細編みで1周します。これが最後の長編み。最初の鎖の下から3つ目。次は細編み。鎖1つ、根元に細編み。隣にも細編み。次もこのまま一つに一つずつ細編みを続けます。細編みで一周してきました。これが最初の細編み。最初の細編みに引き抜きます。これでつながりました。鎖一つを編むようにして糸を切ります。これを針で隠します。裏に針を入れて、
反対側の袖も同じように細編みで終わります。脇の下を鎖5つでつないだところから、長さは29センチ、長編みが16周、最後に細編みで1周しています。これは袖と同じです。最後にこの脇の下をつないだ時の糸端、その糸端を使ってちょっと整えて、あと補強したいと思います。裏返して、ここが袖ぐり、ここに鎖を編んで糸端を残していました。この糸端の出ているところ、ここら辺のこの穴が目立つときに、この糸端を使って整えて補強したいと思います。目立たないときにはしなくても大丈夫です。ここぐらいとか、長編みに直接と糸を出しているので少し伸びていると思います。簡単にこんな感じで糸を渡して、で目立たないようにして、あと補強したいと思います。で、他の糸端も隠して始末します。これで出来上がりました。とても綺麗に出来上がりました。着るときにはこんな感じで広がって首元が綺麗に見えます。だいぶ広めに作りました。袖は七分丈、脇の下に鎖5つで余裕分を作っているので、とても着心地が楽です。このラインも含めてとても着心地が楽になっています。で、途中から少しだけ広がっています。とても綺麗なシルエットになっています。丈は少し短め。サイズを測りました。上から下まで53、横幅80センチ、襟ぐりからは48センチ、襟ぐりは75センチ、袖は47センチ、袖の広さは16センチ、使った糸の重さは 210g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。